皆さんこんにちは、みさとです。ここは南海難波駅の駅前です。今の時刻は朝の6時47分。土曜の朝ということで人は少なめです。今回の動画は大阪難波から東京に行ってみます。普通に新幹線で行っても面白くないのでフェリーで行ってみます。フェリーで行くと言っても大阪から東京へ行くフェリーはありません。ですが1回乗り換えると比較的それっぽいコースになります。そのコースで東京に行ってみます。ただ大阪からのフェリーというわけにはいきません。これからそのフェリーに乗りに行きます。難波駅から和歌山港へ向かいます。前回の動画と同じく南海フェリーに乗ります。徳島へ行くということで徳島スキップを購入します。購入したのですがなぜかクレジットカードが使えず現金で徳島スキップを購入しました。今回は切符を買いましたが南海は日本一早く自動改札でのタッチ決済に対応していました。ということもあってかスキップも切符を買わずにタッチ決済に対応しています。同じカードでタッチ決済で自動改札を入場して和歌山港駅で出場し南海フェリーのタッチ端末で入場すれば適用されるそうです。ということで今回は購入した徳島スキップです。普通の切符サイズのこの1枚で難波から徳島港まで行くことができます。自動改札機に通して入場です。乗車する列車は7時10分発の特急サザン和歌山港行き。後ろ4両は自由席ですが課金して前4両の指定席車に乗車します。7時10分難波駅を発車。最終的に東京駅まで行きますが約24時間かけて行くことになります。東京まで1、2時がかりで行く冗談みたいな旅ですがそれもまたいいでしょう。和歌山港駅までは1時間4分かかります。関空への分岐駅泉佐野で難波行きラピートがいました。駅を出ると関空への線路が分かれていきます。ちょうど JR の特急はるかが関空へ走っていきました。大阪府と和歌山県の県境の山越えをして紀の川を渡ります。和歌山市駅を過ぎて和歌山港線をゆっくり走りフェリーターミナルの建物も見えて8時14分和歌山港駅に到着。自動改札を通ってフェリー乗り場への連絡通路を歩きます。途中には動く歩道もあります。フェリーターミナルの待合室を抜けて乗船口へ。切符に改札員を受けましてフェリーに乗船。船内に入るとかなり混んでいます。この日は2月ですが3連休の初日。やっぱりお出かけの方が多いですね。椅子席に一旦座り荷物を置きます。前方の絨毯席を見てみましたがご覧の通りの人の多さ。グリーン席も満席でした。ドライバー室を見ると本日開放しますとあったのでそちらに移りました。絨毯席部分と2段ベッド部分があります。普段はトラックドライバーの方専用室ですが2月の3連休で物流があまりなく混雑していたので開放したのでしょう。最初は空いていましたがここもかなりの混み具合になりました。ということで船室から外に出ました。混んでいる影響か20分ぐらい遅れての出港でした。徳島からの先の乗り換えの時間もあるので少し気にはなりましたがまあ多分大丈夫でしょう。幸い晴れていて2月にしては寒くありません。東京までいい旅になりそうな予感。波も穏やかで絶好の船旅日和です。さすがに外にずっといては寒くなったので一旦船内に戻り1時間後に外に出ると遠くに大鳴門橋が見えました。南海フェリーがなくなるとこんな風景も見れなくなりますね。
売店営業は2年ほど前に営業を終えていました。こうしてみると結構早そうな感じがします。遅れているから取り戻そうとしているのかもしれません。徳島港到着定刻の20分前ですが、早めに下船口に来ました。下船するのにもかなりの行列になって、下船に時間がかかるのが目に見えています。次の船に乗り遅れると、この動画の企画自体が空中分解しますので、乗り遅れは阻止しないと言っているうちに、四国徳島の地が見えてきました。この防波堤の内側が徳島港なのでしょうね。白くてひときわ大きなフェリーが見えました。これが徳島港で次に乗るフェリービザンです。多分何用でしょう。徳島港で接岸作業中です。タラップを渡ってフェリー葛城から下船。ありがとうございました。乗船券を渡して足早に歩きます。フェリーターミナルを出ると、予約していたタクシーが待っていてくれました。フェリー葛城お世話になりました。順調に次のフェリー乗り場へ向かいまして、5分ほどで到着。次に乗るのはオーシャン東急フェリーです。オーシャン東急フェリーは新門司港から東京港までの航路ですが、途中徳島港に立ち寄ります。徳島港の出発は11時20分。先ほどの南海フェリーの徳島港到着は10時30分と50分はあります。Google マップで徒歩所要時間を見ると26分と出ていますが、今日のように遅れがあったり雨が降っていたらスムーズに歩けませんし、徒歩の場合は出港30分前に到着をお願いしますとあります。遅れてはいけないと思ってタクシーを事前に電話予約しておいたのでした。短い区間での乗車で恐縮でした。ありがとうございました。助かりました。フェリーターミナルに入り乗船券を発見します。中に入ってすぐ発券機がありました。発券します。しばらくお待ちください。横のプリンターから発見。その後エレベーターで4階へ。待合室があります。ここでしばらく待ちます。外を見るとバスが来ました。このバスが南海フェリー前を通ればバスでも来れたのですが、さすがにこんな水強なフェリー乗り継ぎは一般的ではなく、バスは寄り道はしてくれません。遠くに先ほど乗ってきた南海フェリー葛城が見えました。11時5分乗船開始です。ありがとうございます。タラップを渡ってフェリービザンに乗り込みます。ロビーのような場所でもう一度乗船券を提示。今回は相部屋と呼ばれる設備にしました。女性専用室です。定員8名の部屋になります。入り口にエアコンのスイッチがありました。階段を上がった上段が私の今日のベッドになります。ベッドにあるのは先ほど乗船時にいただいたミニティッシュボックスです。ベッドの中はこんな感じです。照明をつけてみました。中に入ってベッドを紹介しましょう。枕に巻く枕カバー、大きいのが布団のシーツが2枚、毛布と掛け布団があります。マットレスに敷くシーツと掛け布団用のシーツの2枚ですね。ハンガーが1個、足元コーナーに物置の棚があります。頭の側に照明、コンセント。こちらは照明のスイッチ。青いのはスマホを差し込んでおくポケットでしょうか。厚手で遮光性のあるカーテンがあります。寝るには十分な広さですね。足元側から見るとこうなります。ちなみに向かい側にベッドがないので、カーテンを開けたら向かいの人と顔を見合わせる心配がないです。これは良いですね。ちなみに今回定員8名のこの部屋の利用客は私の他に1人でした。新門司徳島東京間およそ 1200km を航海する
今回の私の部屋は B17 の一番通路寄りにしました。船の外側寄りで、せめて携帯の圏内にならないかなと期待しましたが、客室ではやっぱり窓近くでないとダメみたいですね。この時点ではオーシャン東急フェリーには Wi-Fi がなかったのですが、2026年4月1日よりスターリンクを使った Wi-Fi が始まったそうです。展望デッキに出てみました。ちょうど徳島港を出港したところです。11時20分に出て東京港に着くのは明日の朝6時ちょうど、18時間40分の船旅です。この展望デッキはヘリが発着できるほどの広さです。バレーボールのコートが一つ入りそうな広さ。乗客の皆さんは思い思いに過ごされています。一旦中へ戻ります。そのままオーシャンプラザというロビーというかフードコートみたいな場所に行きます。窓側はこんな感じ。フードコートといってもこのフェリーにはレストランがなく、冷凍食品の自動販売機で食事をいただくことになります。もちろん電子レンジもあって、どの電子レンジを使えばいいのかもわかるようになっています。こちらは記念撮影スポット。船の現在位置ですが、液晶のバックライトの半分ぐらいが切れている感じ。でも位置はわかります。こちらはコインロッカー。一番小さいのが100円は入れますが、開けるときに返却されるタイプ。貴重品入れですね。向かい側は通常の小と中サイズぐらいでしょうか。それぞれ100円と200円でした。こちらは案内所兼売店。フェリーグッズや少ないながらお土産品を扱っています。営業時間が決まっているので時間に注意です。11時40分ぐらいですが、ここでお昼ご飯にします。自販機は現金のみの取り扱いです。喫茶店風の太麺ナポリタンにしました。このレンジ E にナポリタンと書いていたので、これでいいのですね。袋から出してと書いてあるので出します。このトレイの状態で入れたらいいのでしょう。セットしてナポリタンの2のボタンを押しました。出来上がりました。だいぶ熱くなっています。角の部分を持っています。使い捨てのお皿があるので持っていきます。海が見える窓側の席に座りました。お皿に入れ替えます。出来上がりました。今日のお昼ご飯、喫茶店風の太麺ナポリタンです。冷凍って侮ってはいけませんよ。ちゃんと美味しいです。コロナ禍以降、冷凍食品は一段と品目とか味とかも良くなっているみたいです。レストランを設置すると、調理する人、運ぶ人、レジの人、たくさん人員が必要ですし、食材の積み込みからいろいろと費用も手間もかかりますが、長距離フェリーの場合は食事は不可欠ですから、冷凍食品にしたのはわかりますね。需要やコストの面から冷凍物オンリーで行くというのはフェリーに限らず出てくるのかもしれません。食べ終えたあたりで同じオーシャン東急フェリーの船とすれ違うと放送がありました。フェリー道後と書いています。東京港を前夜19時に出港した船が徳島に着くのが13時20分。さらに九州の新門司港に着くのは翌朝6時30分です。のんびりした旅ですよね。食後一旦ベッドに戻り、1時間ほどしてからまた展望デッキに出ました。出港時には人気がありましたが、もう貸し切りです。陸の方を見ると和歌山県の白浜付近でしょうか。左の海と陸地の境の白い帯のような場所が白良浜で、右の海と陸の境の岩の崖のような場所が千畳敷や三段壁かなと思います。徳島港を出発して2時間ほど、のんびりした旅路です。波の音を聞きながら進んでいくのもいいものですよ。船内に戻ります。先ほどとは違う階段を下りました。バリアフリールームがありました。
中に3つの個室とバリアフリールーム利用者の方の共用のお風呂とトイレがあります。通路左側の部屋は私と同じ相部屋2段ベッドの部屋です。右側は個室が並んでいます。そのまま前に行くと男湯のお風呂、そしてリラクゼーションスペースがあります。ゆったりとした椅子が並び、テレビもあります。お風呂が近い場所です。男湯と反対側に女湯があります。お風呂は24時間入れるそうです。リラクゼーションスペース近くにあるコインランドリーです。この場所からさらに前方にも客室があります。左が相部屋2段ベッドの部屋で、右が海側の個室は同じです。客室エリアを抜けるとフォワードロビーになります。ここが乗客が船の一番前まで行ける場所です。低い場所にあるので展望は効きませんが、個室、相部屋ともに長時間の船旅で部屋にこもりっきりだとさすがに疲れますので、こういうスペースに行って適度にリフレッシュするのが必要ですね。この部分が喫煙室になります。フォワードロビーを抜けて反対側の通路から戻ります。リラクゼーションスペースを抜けて一旦自分の部屋に戻りました。オーシャンプラザにあった運航基準図です。これを見ると新門司から徳島へは瀬戸内海コースと太平洋を行くコースがあるようです。太平洋を行くコースが遠回りのようですが、所要時間は同じなのですね。オーシャンプラザのこの場所でしばらくぼーっとしてました。フェリーは言うまでもありませんが、先を急がずゆっくりと日常を忘れてのんびり過ごすための時間。ほんと皆さん思い思いの過ごし方をされています。テレビは私は全く見なかったのですが、沖に出ても BS は見れたはずです。夕飯はまだ先ですが何にしようかな。売店の営業時間です。13時から夕方17時までお休みで、その後は21時30分までになっています。翌日は東京到着30分前からということですね。船舶電話がありました。こちらは衛星電話だそうで、携帯が県外でもつながるそうです。スマホの充電は無料でできるそうです。でも固定されないので盗難には気をつけましょう。こちらにも喫煙スペースがありました。鉄道列車内の喫煙室はなくなりましたが、長時間の航海の船では廃止はさすがにできないでしょうね。14時20分頃自販機でアイスを買いました。お昼を食べてから2時間半ほど経過しています。栗入り小豆もなかにしました。そしてこれは展望デッキで15時過ぎ。見覚えのある建物は潮岬の観光タワーと潮岬灯台です。海から見れるのはここを通るフェリーならではですね。夕方が近づき、太陽も西寄りになって海のキラキラが見れるようになりました。潮岬から明賀島は橋ではなくて道路でつながり、吉本大橋で大島につながっているのが見えます。触れて見づらくてすみません。その後はさすがに退屈してきて配信動画を見ていました。見終えるとこんな時間、売店のシャッターが開いていました。夕方17時も過ぎると2月ですから夕焼けの時間です。ちなみに現在地はこの辺り。携帯はギリギリ電波を拾っています。紀伊半島の陸地がズームするとかすかに見えます。三重県の熊野灘あたりですかね。日没は船内で眺めていました。この後は夕飯にしました。じゃこ天ご飯もち麦入り、ごぼうがいっぱい入った豚汁、あと肉じゃがにしました。お箸とお皿と豚汁容器を取って席に向かいます。夕飯は冷凍物ではないので一般家庭用の電子レンジでチンしてます。豚汁はカップに入れてお湯を注ぐだけです。
気をつけて席まで持っていきます。ということで出来上がりました今夜の夕飯。ピントが合っていないのはマニュアルフォーカスにして戻し忘れです。見た目を気にしてはいけません。ごぼうたっぷり豚汁、じゃこ天ご飯もち麦入り、肉じゃが、十分美味しかったですよ。ごちそうさまでした。食べ終えたら分別してゴミ箱に入れに行きます。スマホを充電しつつ食後のひとときです。19時を過ぎてフェリーはこの辺りです。志摩半島の沖合ですね。ここまでドコモは電波を保ってくれていました。夜の展望デッキです。風も強いし誰も出ていません。三日月なお月様は綺麗に見えました。日中は暖かでしたが、さすがに冷えてきました。仙台に戻ります。そして間もなく携帯圏外になりました。徳島を出てからずっと頑張ってくれていましたが、ついに力尽きた感じ。リラクゼーションスペース近くの自販機です。ここにはメイク落としなどの11点セットや歯磨き、お風呂セット、カミソリや酔い止めドロップ、マスク、アイマスク、耳栓、スリッパに生理用品などいろいろ販売されていました。リラクゼーションスペースの椅子はかなりリクライニングしますね。フォワードロビーではカーテンが下りていました。船の前方の窓は航海の安全に差し支えるのでこうなっているそうです。オーシャン東急フェリーの部屋の種類はシンプルに3種類のみです。定員4名の個室と3名の個室、これは2名個室で販売されています。1名で利用しても相部屋にはならず、部屋売りなので1名でも2名でも個室の料金は同じだそうです。こちらは私が今回利用しているのと同じ相部屋。といっても2段ベッドでカーテンで仕切れます。私の部屋は8人部屋でしたが、こちらは16人部屋です。ということで個室が2種類、相部屋が1種類の合計3種類がオーシャン東急フェリーの部屋の種類になります。この後お風呂に入りまして自分の部屋に戻りました。相部屋にもゴミ箱がありました。人数分の救命胴衣があります。エアコンは20度に設定されていました。キャスターバッグはワイヤーロックを持参していたのでここに置きました。ベッドの前です。時間は21時半を過ぎました。少し早いですがそろそろ寝ることにします。おやすみなさい。おはようございます。時刻は5時10分。起きてから歯磨きやお化粧も済ませまして、ベッドも片付けました。それでは部屋から退出します。この時点で5時45分。下船口はもう接岸準備が済んでいました。タラップの作業中です。5分ほど待って下船が始まりました。下船時も乗船券を提示して QR コードの読み取りがありました。徳島からお世話になりました。ありがとうございました。前の方を追いかけるように歩きます。寝起きでまだ判断能力がおぼつかないです。結構歩いて最後にエスカレーターで降りてようやく東京港フェリーターミナルを出ます。5分近く歩きました。出るとすぐバス乗り場がありました。東京駅へ行くバスは6時半で30分待ち。こんな感じの場所です。最寄りの交通機関はゆりかもめの東京ビッグサイト駅で徒歩26分と出ています。歩いていく方も何人かおられました。待っている間に夜は明けてきてバスが来ました。荷物をトランクに置いて乗車。イコカが使えましたが下車駅を申告して事前決済でした。映っていませんがこのバスはトイレ付きでした。6時半になりバスは出発。トラックが下船中のフェリー備前が見えました。ほんと18時間40分お世話になりました。夜明け間もない物流倉庫が立ち並ぶ道を走ります。東京ビッグサイトのバス停です。
国際展示場駅にも停車。百合込目沿いの道を走っていますね。この建物は豊洲市場でした。レインボーブリッジが見えて隅田川を渡りました。ビルの陰から東京タワーも見えたりして、東京タワーに見とれていましたが、下の緑は浜離宮庭園です。東京メトロ茅場町駅のところで左折して、まもなく東京駅の放送が流れました。まもなく終着、東京駅。7時東京駅ですが、ちょうど夜行バスの到着ラッシュの時間帯で少し待ちましたが、ほどなく東京駅到着です。トランクから荷物を回収ということで、昨日の南海難波駅を朝7時10分に出発して、ほぼ24時間かけて翌朝の東京駅に到着しました。丸1日かけて大阪から東京へ。長かったですが、変化に富んだ旅で面白かったですよ。海を行くフェリーの旅ですからね。ただ、南海フェリーが撤退されると、このコースは使えなくなります。残念です。ということで、大阪・東京フェリーの旅はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。